皆さん、こんにちは。ゆきです。今日のテーマは健康です。毎日元気に過ごせることは大切ですよね。このビデオでは健康について優しい日本語で話していきます。ことわざも紹介するので最後まで見てくださいね。日本語を聞く練習に使ってみてください。私は今健康です。皆さんはどうですか？今健康ですか？何か健康について悩んでいることはありますか？私は健康ですが、小さな悩みはあります。例えば、すごく天気がいい日は気持ちいいのですが、頭が痛くなってしまうことがあります。あとは、ハウスダストのアレルギーがあるので、掃除をした後にくしゃみや鼻水が止まらなくなってしまうことがあります。皆さんはどうですか？健康について悩みがあったり、何か薬を飲んでいたりしますか？私は小さな悩みはありますが、そんなに心配はしていません。でも、仕事が忙しい時は、自分の健康のことを後回しにしていませんか？でも、ずっと後回しにしてしまうと、気づいた時にはもう遅すぎるということになっているかもしれません。私もつい自分の健康は後回しにしてしまいます。健康なのが当たり前だと思ってしまって、健康について感謝したり、ありがとうという気持ちを忘れてしまって過ごしていることが多いです。でも、熱を出したりすると頭も痛くなって体も痛くなるし、寝る以外のことが何もできない日がありますよね。そうすると仕事もできないからお金を稼ぐこともできません。やりたいことがあってもできないからストレスを感じてしまいます。病院に行ったらお金もかかりますよね。病気になってもいいことはほとんどないと思います。健康のありがたみがわかるということぐらいかな。だからずっと健康でいられるように気をつけなければいけませんよね。まだ若いうちは少し無理をしても大丈夫かもしれません。でもだんだん年を重ねていくと、ずっと健康でいることが難しくなっていきます。でも私はこれからもっと年を重ねても自分の足で歩いて旅行に行ったり楽しみたいと思っています。だから運動もして長く健康でいられるように気をつけます。皆さんは健康でいるために何か気をつけていることはありますか？もし何かあればコメントを書いて教えてください。私は座って仕事をしていることが多いです。だからなるべく1時間経ったら立ち上がって少し歩いています。毎日
家の中でできるストレッチや筋トレを30分ぐらいしています。でもまだ運動は足りていないと思うので、もう少し歩く時間を増やそうと思っています。では最後に健康についてのことわざを紹介します。一つ目、病は気から。これは病気かもしれないって自分で思い込んでしまって、その不安とか気持ちから病気になってしまうことを言っています。もちろん健康は大切なんですが、あんまり心配しすぎないで、ポジティブな気持ちでいることも大切ですよね。2つ目、早起きは三問の徳。この言葉のルーツはいろんな説があるので、どの説が正しいのか私もはっきり分かっていないのですが、早起きをすると健康にもいいんだけど、それだけじゃなくて、あなたに利益がありますよ。いいことがあるかもしれないよという感じです。例えば、早起きをして朝からスーパーに行ったら、いつもより安くで果物やお菓子が買えるかもしれません。早起きすることで健康だけじゃなくて、他にもいいことがあるかもしれません。3つ目、腹8分目に医者いらず。これは食べ過ぎるのは良くないということです。お腹いっぱいに食べるのはあまり良くないから、80% ぐらいで止めておくと、お医者さんにかからなくていい、つまり健康でいられるということです。私もお腹いっぱい食べ過ぎてしまうと、お腹が痛くなってお腹を壊してしまうので、腹8分目ぐらいでやめるようにしています。最後、4つ目。1秒息災。これは軽い病気を持っている人の方が健康に気をつけて長生きをしていることが多いということです。確かに健康は失って初めてその大切さとかありがたみに気づくことが多いので、健康であることの大切さをよく知っているから長生きできるのかもしれないですね。はい、今日は健康について話しました。皆さんが健康のためにやっていることはありますか？おすすめのルーティーンがあればコメントに書いて教えてください。今日もここまで見てくれてありがとうございます。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。じゃあまたね。